それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は夜の妄想編、夜のちぎりシリーズを行っていきます。あの人が今あなたのことで考えていることについて見ていきます。よろしくお願いします。今回妄想編ということでエンタメ要素強めとなりますが、ぜひお楽しみいただけたらなと思います。では見ていきましょう。それでは、タロットカードシャッフルして展開していきます。では見ていきましょう。1番をお選びいただいた方、お相手すごくロマンチックなことを考えています。とても、素晴らしい夜の妄想だなと思いましたね。ぜひ自分のこの抑えきれない衝動を受け止めてほしいとかね、そういうことを考えています。お相手、あなたのことについてもうドキドキっていうのが入ってきてますね。ときめいてますよっていうことで、たくさん妄想してますっていう風に入ってきています。すごくロマンチックな妄想ですね。甘い言葉をささやいたりだとか、そしてご自身で引っ張っていきたいっていう思いもありますし、あなたにそれを受け止めてほしい、自分の行いをあなたにしっかりと見届けてほしいとか、そうですね、自分がリーダーシップを取っていくのでついてきてくださいとかね、そういうことも入ってきますし、自分が甘い言葉をささやいてあなたがそれを聞いてうっとりするような姿を見たい、少しねギャップっていうところも今回お相手妄想されています。普段クールなあなたが自分が甘くささやいたことによって少し顔をあからめたりとかするようなところを想像していますね。そして一人でニヤニヤしているようなところでございます。はい、そうやって妄想されていてとてもいいんですよね。すごく愛しているよっていう風な言葉が出てくると思います。もう今現在交際されているよとか両思いだっていう方もいるかもしれません。これほどまでに温かいお気持ちっていうのが溢れているっていうことは、もう現実世界でも溢れている可能性があるかも。心を開いてあなたの答えを聞かせてとかね、気持ちを聞かせてっていうところでお相手思ってるんじゃないかなっていうのが出てきています。そしてじゃあこの妄想って実現化するんですかっていうところまで実は出してあるんです。そうなってくると実現化する可能性がとてもあるんですね。ここです。ここが実現化しますかどうかっていうところの位置なんですが、女帝のカードが入っています。とても愛し愛され、そして豊かな実りを作っていきたい、作り上げていきたい、そういうお相手のお気持ちがあります。あなたのことをすごく愛しているっていうことをちゃんと行動として起こすんじゃないかなと思うんです。今のそのお相手のお気持ちや妄想の中ですでにこのハートを手にしていて、この愛情を届けに行きたいんだっていう思いがいっぱいあるんですよね。それをこれから多分実現化へ向けて進んでいくんじゃないかなっていうのがあります。もう妄想に留めておくことはできないんだっていう風にね、いきますね。お相手は動いていくっていう風に決断すると思います。なのでそのあなたのお気持ち聞かせてほしいとか、あとそうですね、このお相手の妄想の中では急展開っていうのを妄想されているので、自分が急にあなたの元へ訪れて
夜更けに訪れてあなたを抱きしめた時にあなたが顔をあからめてくれる、そのような妄想をしてるんですね。ロマンチックでもあり大胆でもあります。それを実現化するっていうところで、ただしここが障害とか課題っていうところで入っているところにペンタクル6番です。あなたは果たして自分の思いを受け止めてくれるんだろうかとか、そして愛し愛されるような関係性になっていけるんだろうかっていうところが、ここお相手の中で今課題として考えているところですね。自分はこれだけ愛情を込めてあなたのところへ向かっていくんだけど、あなたはイエスと言ってくれるんだろうかっていうところで、バチッと自分が決めたい。もちろんギュッと抱きしめたいし、その後もっていう風にね、なだれるように進めていきたいんだけど、すごく性的魅力っていうのがあなたから今とっても感じてるっていう風にお相手ね、もうビンビン来てるよっていうところが出てきていますから、そこであなたが押し倒されても大丈夫なのかどうかとか、そういうところも考えていると思います。2人の愛情だけじゃなくてね、体の相性的にどうかなとかね、もちろんお相手は良い風に考えてるんだけど、あなたからしてみたらどんな風に感じてくれるんだろうかとか、どこがいいんだろうかとかね、あなたのグッドなポイントが欲しい、聞きたいなとかね、知りたいな、そこまでお互い見せ合っていけるかなとかね、そういうところも入ってきています。ただね、ここね、始まりのカード、エースのカードが2枚入ってきていますから、これからお相手が動いてきた時に形に作り上げていくのは2人だよっていう風に、あなたももちろんそれに参加してねっていうことです。まだ気持ちが始まったばかり、物事は動き始めたばかりなので、それをきちんとした形にしていく、2人で結び合っていく、ね、そのちぎりの関係になっていくのは、実現化していくのはあなたの協力も必要ですよっていうのが出てきています。その協力っていうのは好きだよっていう姿勢を見せることもそうだし、あとそうですね、お相手に予定を合わせるっていうこともそうだし、あなたの中でも準備をしておくとかね、そういうこともいいと思います。すごく今魅力的だっていう風に出てくるので、告白を受けるとかそのような流れになると思います。自分の中の思いっていうのをぶつけてくると思うので、急な展開になったとしても、もうその告白受けてそのまますぐねちぎりになったとしても大丈夫っていうようなねお気持ちでいてもいいと思います。こちらのハートのエースがアドバイスカードのところに出てきていますから、あなた自身のお気持ち、心、愛情っていうところも止めないでってね、この愛止めないでっていうのがアドバイスカードです。はい、きらめくままにロマンスな夜を過ごしてくださいっていう風に、すごく良い流れですよね。お相手の方からリードを取ってくれる、しかも本命だっていう風に出てくるので、あとはこのお相手が決めていくかどうか、これから2人で世界を作り上げていくかどうかっていうところです。というところで順調に流れてきました。では、この後少しもらっていきましょう。じゃあ私これね、お相手ね実現化する可能性あるっていう風に出てくるんですけど、それってじゃあいつぐらいっていう風なところで、どんなシチュエーションでっていうところも見ていきましょう。今ねこの並びはお相手の妄想なんですよ。あくまでも妄想であり、これがでも実現化する可能性がすごくあるっていう風にね、これから実らせるよっていう風に出てくるので、じゃあ具体的に掘り下げて、それってどんなシチュエーションでいつぐらいっていうのをもらっていきましょう。ノルマンからもらっていきます。いいですね、ガーデンのカードでまず20番っていう数字が入っているので、20日とかね、20日後とか2のつく日、10のつく日のあたりがポイントかなと思います。夜20時とかもいいと思いますし、まずガーデンっていうのは人脈を広げるとか、デートするとか、お食事するというような意味があります。だからお相手からデートのお誘いとか、もう会いたいよとかね、そういうお誘いがあるんじゃないかなというふうに出てきていますね。これはもうねストレートにバツンと出てきましたね。じゃあもうね、あとはね進むだけですよっていうところですね。あなたへのアドバイスカードで、こちら大アルカナのみのカードとなりますが、こちらからメッセージをもらっていきましょう。1番さんすごい流れですよ。この愛を止めないでっていうことで、はい、では、
まずアドバイスカード1枚出していきます。チャリオットのカードですね。そしてフラワーエッセンスも一緒に同時に描かれているので、こちらも一緒に説明していきます。では今回はガイドブック、こちらを使ってお伝えしていこうと思います。戦車のカードです。はい、急いで時間がない、早くしないと間に合わない、だって人生はあっという間なのだから、目標を決めたらちょっと猛進、脇目も振らず走り抜ける、持っている力を使い果たし、それでもまだ走り続ける、気づけばとっくにゴールは過ぎているのに何のために走っているの？時にはのんびり歩いた方が美しい景色を見逃さずに済むよっていう風にメッセージが入っています。人生を味わう心の余裕を持つ、心を開いて愛を循環させるというワードです。はい、こちらのカードですね。パソコンの前に座り、電話を肩に挟んで話しながら書類を手に持つ女性が描かれています。足を組み、体を少し斜めにしながら、見えていない右手はもしかしたらパソコンのキーボードを叩いているのかもしれません。表情は険しくてイライラしているのか、怒りも感じているような様子です。大量の仕事をこなしながら、ランチはデスクの上のホットドッグとコーヒー、ゆっくり休憩する時間もなく、彼女のイライラは最高潮に達しそうです。しかし、同時に物事をこなせる実力は折り紙付き。頭の回転が速く、あらゆることを達成する努力家です。バックのピンク色が心の奥にある優しさや愛を表現しています。はい、ということで、バリバリのね、キャリアウーマンのような絵柄で描かれています。そして、急いで時間がないよ、間に合わないよ、あっという間に人生終わっちゃうんだからっていうことが出てるってことは、あなた自身が今時間にとらわれていたりとか、または時間に追われていたりとかね、忙しさを感じている、ゆっくりとご飯を食べるような時間もないぐらいね、何かに追われているかもしれない。でもそれは自分の目標に向かって進んでいる証でもある。でもね、時にはゆっくりとお食事して楽しんだりとか、時の流れを過ごす、リラックスする時間持ってみてっていうようなアドバイスも入っています。だから進む時は思いっきり進む。だけど何か追われている気がするとか、心が疲れているような、余裕がないような気がすると思った時は、一度立ち止まってゆっくりとリラックスしていきましょう。でね、このお相手の妄想の中で急展開を表すワンドの8が出ています。あなたといきなり連絡して会って、そのまま雪崩のようにね、ロマンスを始めていきたいっていうような思いも出てきている。あなたの中でもそれを受け取ってほしいとか、そういう妄想が出てきているんですよね。だから実際にこれが実現化する可能性がある。だからそれに対応していくのかどうかとか、余裕を持っていけるかどうかっていうところもポイントになってきます。そしてこちらそうですね、メッセージも書かれているのでもらっていきましょう。そうですね、心が満たされるように自分自身を愛していく、周りも愛していく、イライラしたりピリピリしたりしないように、あと時間にとらわれないようにしていきましょうっていうことです。すごくエネルギーや行動力っていうのがあなたの中にもあるし、そして今お仕事の絵柄でここで出てきてるので、お相手とね、仕事つながりだよっていう方もいるかもしれないんですけど、その中でもね、あなたが一生懸命頑張ってる姿っていうのをお相手見てくれています。はい、そして対応しているフラワーエッセンスっていうところからもメッセージをもらっていきます。こちらです。ホリーとインパチェンス。これは他人に対して嫉妬したりすること、そのような感情を持ってしまった時に怒りを解放し、心を開いて愛を感じさせてくれるエッセンス。そしていつも時間に追われて焦燥感を持っている人にも、このインパチェンスのフラワーエッセンスが役に立ちます。イライラを解消し、頭の回転の良さを発揮して目標を達成してくれるエッセンスです。はい、こちらのフラワーエッセンス、ぜひ興味がある方取り入れてみてください。で、今回はね、春らしくお花のフラワーエッセンス、タロットカードも持ってきています。チャリオットですからね、
自分自身のコントロールをしていきながら、心に余裕を持って進んでいきましょうということで、あなた自身からの働きかけもいいんじゃないかなっていう風に出てきました。あとはもうこのときめきに向かってね、進んでみてくださいっていう風に入っていましたよ。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらは自分自身の信念を持って前に進むんだよっていうカードです。まさしくね、チャリオットと似ていますね。あらゆる時間を楽しみましょう。それが成長、進化へとつながります。2人の関係性を発展させるためにも時間を楽しんで使ってくださいねっていうメッセージでした。デートのカードも出てるし、お誘い来たらぜひ乗っていきましょう。ワクワクですね、1番さん。では今回は夜の妄想シリーズ、お相手が今あなたのことについて妄想していることについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想ちぎりシリーズです。お相手が今あなたのことで妄想していることについて見ていきます。よろしくお願いします。今回もやってきました妄想シリーズ、お相手が今どんなことを妄想しているのか見ていきましょう。妄想ということでお楽しみいただけたらなと思います。ですが実現するのかどうかっていうところも見ていこうと思います。では見ていきます。はい、では見ていきましょう。これとあとアドバイスカードでこちらのフラワーエッセンスのタロットカード、大アルカナ22枚入ってます。ここからあなたへのアドバイスカードも先に1枚出しておきます。とってもね、性的魅力あるよっていう風に出てきています。お相手から見て、ムラムラしちゃうよっていうのが出てきていますね。とってもムラムラするっていう風に出てきます。あなたのことを考えるとムラムラしていますっていうのが出てくる。そしてそうですね、なんか独占欲強いのかなと思います。このお相手、今あなたを独り占めしたいとか、自分のそうですね、この思いとか、あなたを独占したいんだっていう気持ちや押し倒したいっていう気持ちとかを全て受け止めてほしい。嫌がらないでほしい。あなただったら全部受け止めてくれるんじゃないかって。そしてあなたのいろんな表情を見たいっていうのが入ってきます。すごく魅力的なので、普段からあなたのいろいろ変わる仕草、表情っていうところを見ているかもしれません。立ち上がるところや座っているところ、所作のすべてを見ているようなところもあります。じっくりと舐め回すように見ているところがあるのかもしれません。笑ってる顔が好きだけどうつむいてるところも好きとかね、お仕事している姿も素敵だなとかね、そういうところでもう心底魅力感じてるっていうのが出てきていますよ。そしてじゃあお相手、妄想ね、少し続けていきます。どんな風に妄想してるのっていう風に出てくると、とにかくね、甘えたいんだっていうのが出てきますね。あなたに対して甘えたい。だけど自分もね、リードしていきたいっていうところがあるので、なんか妄想の中ではね、ライバルがたくさんいて、あなたがモテる人だっていう設定でいるんですよ。実際にモテると思うんですけど、そのたくさんいるライバルの中で自分があなたを掴み取っていくんだって、あなたの手を取って自分のところへおいでってグッて引っ張っていくんだけど、でも本当は甘えたいんだよねっていうところで、二人きりになった時にゴロニャンっていう風にやりたいなっていう風に出てきています。なんかいっぱい頑張ったから褒めてほしいとかね、すっごい大切にするからめちゃくちゃ甘えさせてほしいとか、そういうところも
実はねあるんです。実はね隠れ甘えん坊さんっていうところが出てきていますね。いいですね。そしてそのじらしプレイとかっていうのも望んでいる、その自分がされたいのかしたいのかっていうところはちょっとそれぞれあると思うんですけど、そこはね今回お相手のテーマとして入ってるみたい。ちょっとじらしてみたりとか、じらされたかったりとか、甘えたいっていうのが入ってるからね、そのじらした後の甘えなのか、甘えプラスじらされるなのかね、そこはねこのお相手いろんなそのテーマに沿ってねシチュエーション妄想っていうところをしていると思います、ね、すごいもう自分が飛び抜けて元気なんだよっていうところをじっくりと見てほしいし、そこを手に取って育んでほしいっていうところもあるし、受け止めてほしいっていうところもあるから、溢れ出てくるこのエネルギーっていうのをもう完全にこう全てね受け止めてほしいっていうところが出てきています。こんな風にねお相手妄想しているよっていう風なお話だったんですね。では実際に実現化するのかっていうところも実はもうすでに出してあるんです。それがこちらのカードです。マジシャンです。実現化しそうですね。可能性すごく高いんじゃないかなっていうのが出てきています。お相手の方から動いてくる、これお相手動いてきますかっていう風な質問をしてるので、自分のテクをね駆使して動いてきますよっていう風に出てきています。勇気を持って、そして何だったら大胆さも持ち合わせているかもしれません。周りに人がいるんだけど堂々とあなたの手を取って一緒に帰ろうっていう風に言ったりとか、肩を抱き寄せたりとかするような大胆な行動も出てくるかもっていうのがありました。ただしここが障害として入っているところにワンドの4番、お相手の中の課題ですね。自分自身でここ乗り越えていかなきゃなって思っているところです。でここそうですね、課題もしくは期待っていうところで見たいので、期待の方が大きいかもしれないですね。でもそうですね、いつまでも今の関係性じゃダメだなっていうことで自分で実現化していかなきゃなって、いつまでも妄想の世界であなたを抱いているだけじゃダメだから、ちゃんと実現化へ向けて動いていかなきゃなっていうところは自分の中で感じてるみたい。あとやっぱり甘えちゃうのかなっていうのは自分でも自覚があると思うんですね。でもそこはもしあなたがいいっていうのであればそのままね甘えたいなっていうところもあるし、あと少し仲が良すぎていて、それから次の展開へっていうところが今すごく長い方もいるかもしれないですね。どっちつかずの両思いのような気がするけどちゃんと交際していないようなって、そういう方々はそろそろねこのお相手ちゃんとはっきりと動いていかなきゃなっていうところで出てくるんじゃないかなと思います。そして今現在交際されている方っていうのはもうあなたのことすごく好きなので、このままの状態でいたいっていうようなお気持ちが強いっていうことで捉えてください。そしてこちらがアドバイスカードでもうすでに出しています。ハーミットのカードで、これ一人でね自分の中に潜っていくカードなんです。でこれがなぜアドバイスで出てくるのかなっていうのも少し掘り下げていきたいのと、あとここのアドバイスカードももうすでにめくっていきましょうはラバーズが出てきています。これねここにフラワーエッセンスも描かれているので、後で一緒にメッセージをもらっていきましょう。いいんじゃないんですかって、手を取り合って肩を抱き寄せられてもそこに何ら不安に思ったりとか疑問に思うことなく、2人で包み隠さず手を取り合ってね、裸のお付き合いしてもいいんじゃないんですかっていう風に言われてるような気がします。そのときめきを大切にして、これからもし関係性を進めていったら今までの関係崩しちゃう、壊れちゃって次へ行けなくなっちゃうのかなとか、そういうことを考える方もいるかもしれない。だから今この状態でいるとかね、なんとなく両思いのような仲の良いような感じでいる。だけどここでね今作り上げていくもの、決めていくものがあるんじゃないかなっていう風に出てきています。じゃあこのアドバイスのハーミットについてもうちょっと補足もらっていこうと思います。そうですね、これはあなたに対するアドバイスなんですよね。であなたの今の現状について今考えていることを教えてくださいということで、今あなたが何について考えているのか。レターのカードです。
お相手に何か伝えたい、自分の気持ちを伝えたいっていうことで、関係が曖昧だったらはっきりしたい、どうなの私たちっていうところを言いたいのかもしれないし、好きですね、付き合ってくださいとか、どうですかっていうところを切り込んでいきたいっていうところで、今自分の中でも答え探してる、どうやって伝えたらいいのかなって、伝えたい気持ちがあるけど隠してる、抑えてるっていう場合もありますよね。手紙に込めたんだけど渡せずに一人で今自分の心の中で手紙を持ったまま歩き続けている。渡せばいいのか、渡さなきゃいいのか、いやでも思い切って渡してみましょうっていう風に出てきています。お相手の方も動く気満々だし、諦める気ないよとか、自分はへこたれないよ、その妄想の中でちぎってる最中も自分はタフに取り組んでいくっていう風に出てきていますから、だからね、それが実現化するっていう風に言われてるから、じゃあ今の状況とか関係性を考えて、あなたの方からも働きかけていくと、よりこのお相手も動きやすくなってくるんじゃないかなとは思います。具体的にじゃあどういうことを私すればいいのっていうので、もう少しアドバイスもらっていきましょう。あなたが今考えていることは手紙、伝えること、自分の中で何か言いたい本音、相手に伝えたいことであなたが今考えている。でもし考えていることうまくまとまらない、整理できないよっていう方は、整理するために今自分の心の中に耳を傾けているのかもしれません。そして言いたいことあるんだけど、それがすごくネガティブなことだからどうしようって思っている方も、自分の中の殻に閉じこもることなくお相手に出していってごらんっていう風に出てきていますね。じゃあアドバイスカードもらっていきましょう。1枚ルノルマンでアドバイスもらっていきます。ライダー、動きましょうっていうね、願いを叶えるためにあなたの方からも動いていく。自分の中に閉じこもることなくね、伝えることを伝えていってくださいねって。そしてお相手それ受け止めてね、工夫してくれるんですよ。何か2人の間で問題があるんだったら、それをなんとかね乗り越えていくためにアイディアを持って取り組んでくれると思うので、このお相手の前向きな力を借りて2人で乗り切っていきましょう。決して1人でね決めて突き進むことをしないでくださいねっていうのも出てるんです。必ずお相手と2人で決めて2人で行うことなんですよって、1人でしてはいけませんっていう風に出てくるんですね。1人で考えすぎてぐるぐるしてしまって、暗闇の中に入ってしまってネガティブモードに入っていきやすい。もしくは自分一人で判断しちゃって、もうこれはもうダメなんだっていう風に、切り替えていっちゃったりとかすると、お相手置いてけぼりになってしまうので、ここはお相手の話をじっくり聞いて、そして2人で営んでいきましょうっていうところが出てきています。ではこのラバーズに対してガイドブックからメッセージをもらっていきます。こちらの、フラワーエッセンス、こちらのガイドブックから、ラバーズ、見ていきます。愛は尊く罪深いもの、愛は美しく魅力的なもの、恋人たちの時間とは永遠でありとても儚い。幸せなパートナーシップは自分を受け入れることから始まる。迷いはあなたの心を曇らせるから、もっと自分も相手も信じてみよう。純粋な心やインスピレーションがきっと正しい決断に導いてくれるはずだから。これは男女の恋愛模様、選択、バランスを表しています。アダムとイブがこのカードのイメージです。彼らは蛇にそそのかされて、食べてはいけないと言われていた禁断のリンゴを食べたことで楽園から追放されてしまいました。そしてそこでお互いの姿の違いに気づき、周知という感情を初めて持つことになります。そこから男女の愛と性も生まれます。性は陰と陽、プラスとマイナスの象徴です。アップルの木の上に描かれているのは、彼らの罪と罰から救う天使です。このカードは男女、羞恥心、罪、純潔、恋愛、迷い、選択などがテーマです。純潔を表す真っ白いクラブアップルの花と茎が分かれて絡まり、一筋縄ではいかない混沌としたスクレランサスが何を選択していくのか、男女の魅惑的な恋愛模様を表現しているようです。キーワードは純潔、浄化、恋人たち、真実の愛、魅力的、正しい選択、決断、優れたバランス感覚、
パートナーシップを表します。そしてこちらがネガティブに働いている場合っていうのは、例えば裏切られることを恐れていたり、お別れするのを恐れていたり、または誘惑にそそのかされるんじゃないかっていう不安とか、自分自身の誘惑、または優柔不断や迷いやすい時、バランスが失いかけている時に、ここに描かれているフラワーエッセンスを取り入れていくとより良いでしょう。またはこちらのカードのメッセージをお受け取りいただくのもいいと思います。で、フラワーエッセンスはクラブアップル、まずは過度に純潔にこだわる方にこちらおすすめです。汚れている、汚れていることに恐怖心を感じたり、神経質な状態を突き放ってくれるエッセンスです。そしてスクレランサスというエッセンスは、自分の気持ちがコロコロ変わって決断できない優柔不断な方におすすめです。崩れてしまったバランスを取り戻すことができます。とこの2種類のフラワーエッセンス対応しています。そして浄化っていうワードもあったので、浄化作業を行うといいでしょう。浄化っていうのは身の回りの整理整頓、お掃除、そして身の清めだけではなくて、心の浄化になること、ネガティブを手放して新しい空気を取り入れる、新鮮な空気を深呼吸する、お部屋の空気を入れ替えるなど様々ありますので、ぜひ取り入れやすいところからやってみてください。そしてアドバイスカードでもライダーのカードが出てるので、なるべく早くあなたの方からも行動に起こすといいよっていう風に狙いを定めて、もうスキップするかのようにお相手のところへ向かっていきましょうって、全く逆なんですよね。自分の中にこもっていく忍者のカードと、外にって向かって走り出していくライダーのカードと全く別です。そしてここが言いたいのは、多分あなたが抱えている思いをそのまま胸に秘めて自分の中に潜っていませんかって、そういう風にしている中で独断しちゃう傾向があるのかな。あとは迷っちゃう、迷いやすい、揺れやすいで、慌てたりとか不安になっちゃうから、よりその自分の中に閉じこもってギュッてなっちゃって、もうここは相手にオープンにしていけない、ダメですとか、もうここはダメだっていう風に自分の中でシャットダウンしちゃうようなところがあるのかもしれない。だからこそこちらのメッセージをお受け取りください。実現化する可能性がぐんと広がっているので、ぜひ今自分の状態をチェックしてみて、できることをやってくださいって、笑顔がすごく好きだよっていう風に出てきています。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきましょう。こちらはクリエイターのカードです。自分の生きる道を自分で作り出していきましょう。たくさんのアイディアを形にして生かしていくんですっていうカードで、自分のアイディアで自分の形にして出していくんだよって、うちに困らせるんじゃなくて出していくんだっていう風な、このメッセージもぜひ込められていますから、こちらお受け取りください。ぜひ実現化へ向けて頑張ってください。応援しています。今回は夜の妄想シリーズ、お相手があなたのことで今妄想していること実現しますかっていうところまで見ていきました。こちらシリーズ化していますので、この動画投稿していきますので、よろしかったらまた次回もお楽しみにしてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の夜のちぎりシリーズ。お相手が今あなたのことで妄想していることについて見ていきます。そしてそれが実現化するのかどうかっていうところももらっていきます。よろしくお願いします。では早速タロットカードで展開していきましょう。
はい、それでは見ていきます。すごくね、誠実に向き合いたいなっていうふうに思っていますね。今そのお相手の妄想の中でお話ししていくんですけど、なんかね、そのあなたにその今こう出てくるのがもうね、その切り替えて私にしないよみたいなことを言いたい、なんか強引に引っ張っていきたいとか、あなたが何か悩んでいたり迷っていたり落ち込んでいるのかな、それを元気づけてあげたいとか、迷ってるんだったらもう僕にしちゃいなよっていうことを言いたいとかね、そういうことが伝わってきます。あなたが誰かとの間で揺れているとか、あなたに例えば恋人がいるとかね、それをこう奪いたいとかね、そういうことを考えてる。奪いたいっていうのは奪うことが全てとかではなくて、好きになったあなたがパートナーがいるとかね、それでそのいろいろ悩んでいることがあるとか、そういうことを知ってて、もういっそのこと切り替えて僕にしちゃいなよとか、そういうことを言いたいっていうのも入ってきますっていうのがね、入ってくるんですよ。それがその恋人じゃなくて、あなたが何かについて悩んでいたり、なんか抜け出せない迷路の中にいるような、それを救い出してあげたいっていうのが、まずお相手の妄想とか気持ちっていうところで入ってきます。切り替えてとか、なんか自分が助けてあげたいとかね、救いの手を差し伸べたいっていう風に入ってくるんです。すごく力強い気持ち、エネルギーっていうのを感じます。でもすごく誠実なんですよね、この人っていうのは。あなたに対して確かにアプローチしたいっていう気持ちがあるし、そしてなんかこう障害とか困難に思ってることがお互いあるのかな。でもそれを乗り越えて時間をかけてでもね、ずっと取り組んで、いずれこう掴み取っていきたいんだっていうところを感じています。で、かなり誠実な方なので、妄想っていうのもすごいなんかこう律儀な妄想をしてるというか、ね、律儀ってなんだろうっていう感じなんですけど、でもなんかそのちゃんとね、手はず踏まなきゃいけないよねとかね、流れるように押し倒したらダメだよねとかね、そういうところきちっとしてるかなと思うんですね。勢いだけで押し倒してもダメだろうなっていうところで、まずはちゃんと話をしてしっかりとあなたを癒して、そして身も心も結ばれていきたいとか、そういうことを段取りよくね、考えていたりとかしています。誠実だからこそね、何か手順をすっ飛ばすことなくね、ちゃんとしっかりと一歩ずつやっていきたいんだっていう妄想もそうなんだけど、願望とかに近いかもしれないですね。それを現実にしていけたらいいのになって。なんでそういうふうに思うのかって言ったら、そのお相手って現実的に動いてきますかっていうところの質問をしている場所がここなんですよ。ここに女帝のカードが入ってるので、もうこれはそのあなたに向かって愛を告げるというかね、愛情を示してくれるんじゃないかなって思うんですよ。それは言葉じゃないかもしれないんですが、一緒にいて落ち着ける空間を提供してくれるとか、一緒にいて安心できるなってあなたが思えるような、そんな存在になっていきたいんだっていうのが入ってきてるんですね。何かこうあなたの中で今迷いとかがあるようにお相手の中で見えるみたいだから、すっごく心配してるし、なんだったら今妄想をテーマにしてるんだけど、妄想を今一回置いといて、もう現実的にあなたの助けになりたいとか、そういうことを考えています。何かこう癒しっていうのをあげたいとかね、お互い二人きりで密着して、夜のちぎりで行くのであれば、密着して肌を重ねて一緒に添い寝するだけでもいいんだって、それであなたの気持ちが落ち着くんだったらそれでもいいって。で、自分の性欲とかそういうところは一回置いといてもいいから、でも本当はね、この本心っていうところで見ていくと、やっぱりこうどうしてもね、メラメラと湧き立ってくるものはあるんだけど、一回それを抑えてでも、まずはあなたのケアをしてあげたいなっていうところが出てきています。そうですね。そして今のあなたの現状がどうでしょうか。もし現状ね、私今すごくひどくね、落ち込んでいてとか、疲れていてとか、今自分の中で障害を感じていて、なかなかそのお相手にまっすぐ向き合えないとか、そういうことをもし感じている方は、それがちょうどピタッと当てはまると思います。なんか妄想なんだけど、お相手から見たら、そのあなたには今切り替えが必要だっていうふうに、それが導いていけるのは自分なんだっていう風にね、かなりリーダーシップっていうところを自分を持ってる、自信持ってるし、
しっかりと自分が導いていくからねって、そうですね、夜のちぎりで行くんだったら粘り強く自分が取り組んでいきますから、もうあなたはそれで新しい世界とかを味わうことができますよっていうぐらいのね自信があるよっていう風に出てきています。そしてただねパワーとかエネルギーとかじゃなくて、ちゃんと癒しとか、それはあなたの体もすっきりするし、気持ちもね盛り上がるしっていうところで、初めてこんな気持ちになった、誰かとつながり合って誰かのぬくもりってこんなに温かいんだとか、そういうことを感じてほしいとかね、そういうことも含まれています。はい、ということで、これが実現化するんじゃないかっていう可能性がすごく高いです。女帝ですね。何か豊かさをもたらしたいとか愛したいとかね、そういうことが入ってきます。じゃあそのために今自分自身で何かどうしたらいいかなっていうことを考えているところがジャスティス。そしてこのエンペラーはあなたへのアドバイスカードなので、これは一回置いておいて、まずそのお相手が自分で克服しなきゃなって思ってることだったりとか、実現化へ向けてどういうことしていこうかなって思ってるところにこのカードが入っています。これ少し難しいところでもあるんですけど、バランス取っていかなきゃなっていうところもあるんです。乱さないようにっていうところで、関係性によっても変わってくると思います。あなたの方が例えば悩んでるとか、そういうことがあったら決められるように手助けしていきたいなってこともそうだし、あと自分の方へ導いていきたいなってこともそうなんですけど、それがもしね社会的に何かを乱すようなことになるのであれば、そのあたりは気をつけなきゃいけないなとか、バランス取らなきゃいけないなとか、そういうことは考えています。そのバランスっていうのが一番入ってくるかな。あとは本当にそれは周りの人から見て自分たちの関係性がきちんとしたものっていうことを表明したいっていう気持ちが強く出てきてるんだけど、じゃあその自分たちの気持ち、関係性っていうのを表に本当に出していってもいいのかなっていうところで少し考えたりとか、そこは課題として今自分の中に捉えているところがあるかも。で、関係性だけじゃなくて、社会的立場とか片思いとかそういうこととかでもなくて、本当に自分にとってどうしたいのかなっていうふうに考えていたりとか、どうしたらいいのかなとか、どうしたらあなたをしっかりと受け止めて愛していけるかな、どんな環境に自分の身を置けばねとか、自分がどんな環境づくりをしていけばあなたが安心してくれるのかなとか、そういうところをしっかり考えていると思います。ちょっとなんていうの、お堅いっていう感じが入ってくるんですよね。体も硬いかもしれないけど、思考も硬いかな、ちょっと硬いかなっていう感じ。硬いというか誠実だけどちょっと硬すぎるところもあるのかなと思います。だけどその硬さがあるからあなたにとってはちょうどいいとして入ってくるかもしれません。本当に誠実に向き合ってくれるし、諦めずにずっとそばにいてくれるから、あなたがちょっと悩むんですよ。こんな自分でいいのかなとか、これは現実化するのかなとか、こういうふうに思い続けていいのかなとかね、自分の中でちゃんと区切らなきゃいけないのかなとか、何かそういうふうに考えてるんだけど、少し揺れているんですよね、あなた自身が。そのお相手に対する思いだけじゃなくて、今あなたの生活そのものが流れている、流れやすいのかもしれない。で、そこをしっかりとこの人が支えてくれるからこそ、私はこの人についていって新しくまた扉を開いていけるんだとか、そういう気持ちになれるのかもしれない。だからすごくこの人の硬さっていうところが大きく作用しているというか、目立つのかもしれないですね。硬いことってこの人にとっての持ち味だから、そこに対してね悪いとかそういうことはないので、この硬さを持って豊かにしていくとか、すごい強い桑のような存在ですよね。大地があって、自分がこのめちゃくちゃもう鉄よりも強い桑で耕していって、土をねほぐしていって、そこに自分の力で種を植えて全部自分で作っていくんだって、水をあげたりとか工夫したりとかしながら一生懸命育んでいく。ただ
もう自分はこれしかできません、自分不器用ですからってこれしかできません、だけどそれはいずれ力強い芽を出して木になっていくっていうところがある。このすごい硬い桑があなたに豊かさをもたらしてくれるんじゃないかっていうところで出てきているんですね。そういう意味でそのお相手は押し倒すとかロマンス求めて駆け巡るというよりは、しっかりと誠実な思いを伝えてくれるとかっていうところがあると思います。だから言われて安心するとか、信頼したい、信じたいとかっていう気持ちにさせてくれるような方だと思います。はい、ということでどうやら動いてくるんじゃないか、実現化しそうだということなんですよ。で、妄想とはまた違う流れになるかもしれないんだけど、このお相手の性質っていうのは硬さですね。まっすぐさっていうのが入ってきます。あとすごく一緒にいて安心できるっていうのが入ってきますしね。どんな風なシチュエーションでこの方実現化させてくるのかなっていうところで、ルノルマンから1枚もらっていきましょう。マウス、ストレスですね。あなたがストレスを抱えている時にそっと寄り添ってくれる時、話しかける。同じ職場だとしたら、あなたが仕事で失敗して怒られて泣いていたりとか、隅っこでね落ち込んでいる時に声かけてくれる。今日ちょっと気分転換に飲みに行かないとかね、そういうことでお誘いしてしっかりと話を聞いて浄化させてくれる。あなたの悩みとか不安とかをしっかり受け止めてくれるっていう流れだと思います。近くにいる方なんじゃないかなっていう風に感じますね。こうやって受け止めてくれるっていうことは、近くで見ているとか感じているからこそできることなんですよね。すぐ近くにいて声をかけて誘ってくれるような、そんな存在だと思います。ではあなたに対するアドバイスカードです。エンペラーのカードが入っています。これを見るに私はあなたがしっかりと自分やっていかなきゃいけないんじゃないかとか、これから先自分で踏ん張っていかなきゃいけないとか、何か備えているように感じるし、あと自分がしっかりしていればうまく回っていくんじゃないかとか、今そういう責任感っていうのを感じている、または感じなきゃいけないって思っている、迷ってるからこそ早く決断しなきゃとか、ちゃんと動かなきゃとか、しっかりしなきゃとか、そういうところを感じているんじゃないかなって思ったんですね。でそこはあなたの状況にもよるんですけど、いや私ね100% しっかり頑張りたいっていう気持ち満タンなんですっていう方は、本当にその気持ちに従って進んでいかれるといいと思います。ただ今の状態がすごく揺れていて、変わることも怖いし変えることも怖いし、迷ってる自分が嫌だし、こうやって揺れてね不安定になってる自分どうにかしたい、なんとかしなきゃっていうことで、何々しなきゃっていうことを多く思っている方っていうのは、そこまで強くなんとかしなきゃ、〇〇しなきゃっていうことを思わなくていいんじゃないかって、逆にそれがストレスになっちゃってる気がするから、じゃあどうすればより良い心の安定とか自分の健康っていうところにつながっていくかな、どうすればいいかなっていうところで、こちらのルノルマンからまずアドバイスをもらっていきます。あなたに対するアドバイスです。こっちのネズミっていうのはお相手の動いてくる時のシチュエーションだったりとか、どんな時でっていうことなので、そしてラッキーナンバーは23なので、23もしくは2とか3とかのつく日とか時間とかにお相手が動いてくるんじゃないかなと思います。ではあなたへのアドバイスカードです。こちら1枚もらっていきましょう。ツリー、木のカードです。しっかり、しっかりっていう感じでどっちも入ってきますね。まず一つは健康状態、心身のバランスっていうところを見てみてください。今自分の中で生活面どうでしょう、不節制とか不眠とかありますか？もしそうだとしたら、そこを自分自身でも改善していくために何か手を打ちましょうっていうこと。まず健康面、生活面の安定ですね。そしてあとは自分しか信じられないとか、いろんな頭の中でいろいろ考えすぎちゃって、なかなか人を信じることができない、人に任せることができない、何でも自分一人でやっちゃう、その方が楽だっていうふうに思ってるところがあるかもしれない。そういう方は周りの人に何かを預ける、
任せる、仕事を分配するでもいいし、そうじゃなくてその何かこう許すとか任せるとか、少し遅れてきても許すとか、そういう小さなことからやってみてください。相手を受け入れていく。好きなお相手だけじゃなくて、周りの人、友達、家族とか身近な存在からでもいいので、なんかこう信じるというか任せるっていうことをやってみてくださいって。そして常に自分しっかりしなきゃとか、完璧じゃなきゃいけないとか、そういうこと考えなくていいよっていう風に出てきています。少しずつでいいから、今改善できるところを少しずつ改善していって、そしたら少しずつね、心を開いていけるからっていう風に出てきています。信頼関係を育むことも大切。でもそこにこうしなきゃああしなきゃっていう風に負担を自分でかけすぎてもいけないよっていう風に出てきています。ではお相手がなんかこう豊かさを作っていきたいね、固い桑で自分があなたの実りのためにね尽くしたいっていうようなことで入ってくるので、じゃあどうしたらあなたがねこれからうまくいくのかなっていう、肯定メッセージもらっていきます。もちろんお相手との実現化ってこともそうなんですけど、全体的に今のあなたに必要なメッセージっていうことでお受け取りいただけたらなと思います。こちらは大アルカナ22枚のカードです。ここから1枚もらってガイドブックからメッセージをもらっていきます。ではまずめくっていきましょう。エンペラーのカード、はい、ここねアドバイスカードどっちもエンペラーです。ではこちらのメッセージもねもらっていきましょう。こちらですね、肯定のカードです。いつも自信に満ち溢れ堂々としたその姿は人生の成功者。バリバリ仕事をこなし人を束ねる生まれながらのリーダー。その自信が裏目に出るとついつい威圧的になって全てを自分でコントロールしたくなる。でも本当に偉大なリーダーは後ろからそっと支える愛も必要だよ。その強さは優しさの中にこそあるのだから。キーワードはリーダーシップ、安定、男性性です。大きな椅子にゆったりと腰掛けて足を組むとても貫禄のある男性が描かれています。ノーネクタイでありながら威厳さえ感じられるような佇まい。濃いボルドーの色調が高級感を醸し出しています。この男性はどのような立場にいる人間に見えますか？自信に満ち溢れ、まっすぐに前を見つめる視線は力強く、成功や達成、リーダーとしての力を誇示するようにも見え、またスーツの下のシャツやチーフ、靴下のピンク色に優しい不正を見ることもできるのかもしれません。4という数字が象徴するのは安定や秩序、物質世界、管理、物事の完成。この人物は地位や名誉など物質界での成功を求めている皇帝とも言える姿です。男性的なエネルギーがこのカードです。このカードのキーワードはリーダーシップ、行動力、実行力、成功、自信、強い意志力、地位と権力を得る、安定、自制心、理性です。そしてこちらエネルギーがネガティブな方向に働いていくと、相手を支配したいという思い、そして自信過剰や争いごとにつながりやすい。感情が激しくなりコントロール不能、衝動的な言動をしやすくなっていきます。もし今自分の状態がネガティブに働いているなと思った方は、今のこのカードのメッセージをお受け取りください。安定っていうこと、そして中にはね、この優しい柔らかなピンク、優しさを表す、愛情を表すこのピンクのカラーを入れていくのがいいよっていう風なメッセージもありました。そしてここに2種類の花が描かれています。チェリープラムとパインです。この2種類のフラワーエッセンスをご紹介します。まずチェリープラム、自分でコントロールできない衝動的な感情や行動を抑えてくれる自制のエッセンスです。張り詰めた心を解放し穏やかにしてくれます。そしてバインです。強すぎる意志と支配欲で周りを自分に従わせてしまう状態になります。生まれながらのリーダーとして愛と威厳に満ちた人物になります。
バインは強すぎる意志と支配欲で周りを自分に従わせてしまう状態になっている時に必要です。生まれながらのリーダーとして愛と威厳に満ちた人物になれるように助けてくれるエッセンスです。チェリープラムもしくはバインを取り入れて、ぜひ優しさね、本当の根底にある優しさっていうところを思い出してくださいっていうメッセージでした。こちらのフラワーエッセンスタロットからのメッセージは以上です。2枚ともね、この皇帝がアドバイスカードの位置に出てくるっていうことは、かなりこの大きな意味を表してるんじゃないかなと思いました。はい、ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきます。こちらは、あなたが夢に向かって動き出すことです。あなたが夢に向かって動き出すと、豊かさがあなたのもとに巡ってくるでしょう。日常に柔らかさをイメージしてください。イメージを形にし実現させていきましょう。夢に向かって動き出す、そして柔らかくイメージしてくださいっていうメッセージでした。ぜひこちらもお受け取りください。今回はお相手の夜の妄想シリーズ、お相手は今あなたとのことでどんな妄想をしているのか、そしてそれは実現化していくのかどうかっていうところも一緒に合わせて見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は夜のちぎりシリーズ、お相手が今あなたのことで妄想していることについて見ていきます。よろしくお願いします。そしてこちら今回スプレッドでこの妄想は実現するかどうかっていうところも見ていきます。では早速見ていきましょう。こちらのタロットカードを使っていきます。まずはお相手が妄想していること、それが実現するのかどうかっていうことも合わせて見ていきます。はい、出ました。すごくね、いいですよ。ポイント押さえていって、はい、行きましょう。ですごくね、あなたに対して魅力出てる、感じてるよっていうことで、もう性的魅力だけじゃなくて、いろんなところでもう恋愛対象としてもそうだし、もう本当にもうあなたのことを愛してるんだっていう風に出てきてるんです。恋愛対象として見てるとか、性的魅力を感じるとか、もうそれを通り越してもうぶっ通してもう本命なんですっていうところが出てきているし、あなたのことを見たり思い出したり想像したりするだけで、もう体中のエネルギーが燃え上がるように湧き立ってくるんですって、細胞レベルで全てが総立ちしていくんですっていう風にお相手の方で出てきているので、かなり濃厚なラブシーンを妄想していたりとかね、そしてあなたと一緒に分かち合う喜びとかね、気持ちの通い合わせることっていうのをすごくね、大事にしています。妄想の中でも激しさと、そして2人で喜び合う愛情とかね、分かち合うところっていうところも持ち合わせていきながら、もうスピードよくテンポよく、そしてパワフルに進めていきたいっていうところがお相手の今の妄想としてね、入ってきています。そして
これねちょっと癖があるかもしれないんだけど、あなたにまだよとかダメよとかって言われたりとか、ここはもう正してくださいとか、そこがいいんですとか、それはダメですとか、そういうことを決めてほしいなっていうところもあるので、もう少し具体的に教えてほしいとか、何か制限かけられたいとかね、規律を乱すのを正してほしいとか、そういうのも感じるんです。だから乱れてしまったあなたの姿を見てちょっとドキドキするんだけど、それをささっと直すような仕草を見るとまた燃え上がっちゃうよっていうところも出てくるんですね。なんかね秩序を守ってほしいみたいな、そのあなたのねその姿勢を見てるとすごく燃えるんだっていうのが出てきています。今回ね秩序っていうのが入ってきます。何かルールを乱してはいけないとかね、規則正しく順番通りに行きましょうとか、そういう風に言われると余計なんかグッとくるっていうような妄想をねしてるよっていう風に、かなりお熱い妄想をされていますね。なんか心の拠り所みたいなところであなたっていうのを妄想されてる、癒しももらってるしね、いろんな妄想した後に全てエネルギーを出し切った後に、自分の中ですごくなんか安心できる気持ちになるんだって、それがあなたのことを考えて全てのエネルギーを出し切った後にそうなるっていう風に、楽園に行ったような気分になるっていう風に出てるので、なんか時には導かれたいとか、時には一緒に笑い合いながらイチャつきたいとか、そういうことも踏まえながら、全体的にはもうエネルギッシュに総立ちでいきたいっていうところが出てきていますね。だから激しさもあるし、でもなんかちょっぴりね癖がある、なんか秩序っていうのが出てくるので、乱れた姿が見たい、だけどそれを直してるのも好きとかね、髪の毛乱れたのを見るのも好きだし、後でねあなたが直してると最中にそれを見てるのも好きみたいな、そういうねちょっと癖的なものも今ちょっと感じますね。でもその2人が結ばれることってすごくねめでたいことだっていう風に思ってますから、かなり単純明快な方でストレートな方なのかもしれません、この方が。そしてじゃあ実現化するのっていうところを見ていくんですけど、すごくやる気満々なんじゃないかなっていうふうに思っています。ワンドのキング、ワンドのエース、ワンドのキングっていうふうに入って、かなり燃えてるんですよね。あっちゃこっちゃ燃えてて、でそしてまだまだ伸びしろありますんでっていう感じでアピールしてくるんですよ。どうですかこの我が社のこれはっていうところでアピールしてきますっていうこと。そしてこれは性的アピールにもつながってくると思うから、自分の魅力だと思える体のパーツ、ボディタッチとかね、肌を寄せるとか、そういうことがあるかも、アピールがあるよっていう風に出てきます。もう本当にストレートにね、今晩どうですかって、一緒にいませんかとか、今夜うち来るとか、そういうことをはっきりと言うかもしれないっていうぐらいね、実現化としてはこういう風に出てくるんじゃないかっていうのが入ってきています。そしてお相手の中で、今自分の中でね、これが今課題点だなっていう風に感じているところがハートの8が入っています。そう、何か切り替えてやっていかなきゃいけないなっていうところで、なんか切り替えベタなのかもしれない、なんか自分の中でうまくスイッチのオンオフができないかもしれないっていうことで、なんか一つ物事が終わった後、エネルギーを全て出し切った後にしばらくまったりしたいなとか、すぐね切り替えて次へ行けないとか、そういうところがあるかも。エネルギーを一旦補充してから次に行きたいとかね、そういうところもあるので、なんかね一点集中型なんですよ。めちゃくちゃエネルギー持っていて、大きなもの持ってるので、ドーンって全て出し切っちゃった後は時間をかけてゆっくりとまた補充させてっていうようなところがあります。だから本当に一発勝負っていうところが出てくるかもしれないですね。でも同時に癒しっていうのもこの人求めているから、この妄想とかちぎり自体がこの人の心の充電とか、そういうところにつながってくるんだと思います。そして自分のエネルギーを受け止めてくれるのがもうあなたっていうところでパンと入ってきています。ではこれがこのアドバイスカードなんですが、ワンドの5番が入っています。これはその争いとか、でも一部ではスポーツのような競争とかも表しているんです。でそれでそうですね、今回このお相手のこのエネルギーっていうのがすごく強くて、でもそれに負けないぐらいあなたも大きなすごいエネルギーっていうのを持っているので、
そこをどうやってコントロールしていこうかなっていうこともそうだし、もし実現化していくんだったら、または実現化へ向けてのあなたへのアドバイスだから、このお相手の大きすぎるエネルギーどうやって受け止める、でもあなただったらきっと受け止めることができるんじゃないかなっていうことと、あとは今回ね、この争いとかではなくてエネルギーがすごくたくさんあるよっていうことが出てきているから、この大きいエネルギーをどうやってまとめていくのかっていうところに絞ってみた方がいいと思うんですよね。そして、こちらのフラワーエッセンスタロット、こちらからもあなたへのメッセージ、アドバイス、こちら大アルカナ22枚のカードから1枚引いて今後のアドバイスをもらっていきます。でこちらは、対応しているフラワーエッセンスもあるので、そちらもお伝えするためにガイドブック使っていきます。まずこちら1枚と、あとヒントになるようなこと、こちらのルノルマンからどうやら実現化しそう、しかもお相手の方から大きく動いてくるんじゃないかっていうのがこのワンドのキングで出てきています。あなたへのアドバイスメッセージ、まず1枚ルノルマンでもらっていきましょう。レターもう1枚もらえます。はい、太陽ということで、まず伝えたいことがある時なんですけど、そうだな、そのお相手にもしあなたが伝えていける間柄なのであれば、できるだけこの人ストレートにバンってくるタイプなので、ワンクッション置けるように、何かこう LINE でつながっておくとか、何かある時 LINE まずしてって伝えておくこと、メールとかね、何かワンクッション置いてちょうだいって、なんかね、直に会いに来てとか、あなたの職場の前に待ってるとかね、そういうこともありそうなんです。仲が良かったらね全然いいんだけど、でも連絡は欲しいですよね。今から行くよとかね、今から会えないでもいいから何か欲しいですよね。何か伝え合うっていうのが重要になってくるかもしれません。これヒントですね。伝える。でお相手の方からも伝えてくる。これね、言葉じゃなくて文字にしてるので、あなたの方でも文字にしてお相手に伝える。そしてお相手も文字として伝えてきてくれる。この、コミュニケーションとはちょっと違うんですけど、文字にしてやり取りするっていうことがヒントになってくると思います。直接言い合うとかじゃなくて、あとは何か本当に大事なことをちゃんと伝えたいっていう時は、あらかじめ手紙を用意して渡すとかね、そういうことをするといいと思います。手紙が大きなヒント。またはお知らせを受け取るっていう場合もあるから、どうだろうな、このお相手がそのメールを頻繁にやる人だったらメールで伝えてくれる可能性があるんですけど、メールより話した方が早いよねっていうタイプかもしれないので、もしそういう方だったら、そうだね、ちょっと手紙にしてちょうだいとかね言ってみるのもいいかもしれません。これがまとめていく方法のまず一つの手段としてここに入ってくる。でもう一つは太陽なので、まず失敗を恐れないでとか、あとぶつかり合うこととか、例えば肌を重ねた時に不安要素があるんだったら、今その不安は不安でしかなくて、それは解消されるから、例えばね、自分の体のここがとかね、お肉がはみ出ていてとか、あとお相手との相性どうなんだろうとか、そういう不安っていうのはもう消えていきますから、2人の一夜一晩のロマンスとか、一晩だけじゃないかもしれないけど、2人のラブロマンスは成功しますから、このお相手を信じてね、頼もしい相手だから、このエネルギーを信じて、あなたも自分自身を信じて、すごく魅力がここに詰まってるから、自分自身も信じて、そして明るくねいることって、ネガティブにしない、うじうじしたりメソメソしたりしない。なぜだったらお相手が火の性質を持っていて、カラッとしてるから、なんかこうジメッとしてるのは少し苦手かもしれない。今のこのお相手のエネルギー的にね。だからあなたも太陽のようにカラッとね明るく、パーッとね明るく、穏やかに暖かくっていうのをイメージするといいと思います。
少しイメージしづらいなっていう方は、日中の間に連絡取るようにするとか、夜の約束をするんだったら日中に約束しとくとか、あと天気のいい日に日光浴するとか、そういうことを具体的に取り入れてみてください。では最後、アドバイスカードです。力のカードですね。これフィギュアスケーターで氷上の上、氷の上では華麗に競技しているように見えるけど、でも実はこのフィギュアスケーターっていうのはいつも見えないところで相当な努力してるよねって、体作りもそうだし、競技だから自分の技を磨いたりとかする陰なる努力をしているんだよねってことを伝えてきてくれてるカードなんです。ではそれも踏まえて、こちらの、ガイドブックからメッセージをもらっていきましょう。力のカード、こちらですね。はい、何でもない顔をしてすごいことをやり遂げる。誰もが認めているよ、あなたの実力を。でも期待に応えようと頑張りすぎて、時々その重荷に耐えられなくなる。プレッシャーを感じたらそこから一旦離れればいい。いつもの自分を思い出して。あなたの中には無限大の可能性があるんだからっていうことで、メッセージは希望を持ちやり遂げる。このカードにはフィギュアスケート選手が描かれています。フィギュアスケートは非常にハードなスポーツですが、表に見せているのは優雅で柔らかく美しい姿。これはこのカードのエネルギーです。私たちは力を権力や腕力の強さと考えがちですが、本来の強さとは何にでも対応できるしなやかさと内側に持ち続ける諦めない心です。表情に描かれている8は無限大を表します。このカードには本来その方が持つ才能、運命、信じる力が見えています。それは物事を力強く成し遂げるパワーと明るい未来を自分の手で掴み取る可能性です。次々と内側から湧き上がるエネルギーをパワーに変えて、自分の未来を信じて戦い抜く強さこそ本当の力なのです。こちらキーワードは、並外れた能力、高い忍耐力、責任を果たす、無限大の力を発揮する、明るい希望、運命を受け入れる、好転するというキーワードがあります。もし今あなたが自信を失いかけていたり、自分には荷が重いんじゃないか、もう無理なんじゃないかと諦めかけていたり、プレッシャーに押しつぶされそうな日常を送っているのであれば、ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。肯定メッセージです。そしてこちら2種類のお花が描かれていて、これはフラワーエッセンスです。エルムとゴースのお花です。エルムの方は大きな責任とプレッシャーに押しつぶされ、自信喪失して諦めてしまった時に有効です。本来の能力を再び取り戻してくれるエッセンス。そしてゴースのカードは光を見失い、自分の人生を信じられなくなり絶望してしまった時に、運命を受け入れ、もう一度新しい希望を持つことができます。なのでフラワーエッセンスに興味があるよっていう方は、このエッセンスを取り入れてもいいと思います。肯定メッセージなので、ぜひ取り入れて、このお相手の動きに対応していけるようにね、余裕を持っていけるように、そして努力とか忍耐、そして見えないところでも頑張る姿勢っていうのも必要になってくるよっていうふうに言われてるので、もし今くじけそうになっても諦めずに希望を見失わず頑張ってくださいねっていうメッセージでした。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきます。こちらのカードは悲しみを表すカードです。悲しみも喜びと同じあなたの人生の一部です。悲しみは流れることで心の解放や喜びをもたらすでしょう。こちらは特に水を使った浄化がおすすめです。涙を流すことや水を使って身を清めることがおすすめというメッセージも入っています。ですから水の力も借りて浄化ぜひしてくださいっていうメッセージも込められていました。以上、こちらが4番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はお相手があなたのことで妄想していることについて見ていきました。実現化するのかどうかっていうところでも見ていきました。どうやらする勢いがあるんじゃないかっていうところで出てきています。ぜひこちらも参考にしてください。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。そして今初めにお伝えさせてください。今回4つの選択肢を用意しております。そして3番さんと4番さん、4番さんの時に間違えて3番さんのままでこのように最初設定してお伝えしていましたが、ちゃんと一番最初のカードの選択肢を選ぶ時の画面通り1番、2番、3番、4番というふうに説明しています。ちょっとね、この木のこの番号札が間違えていたんですが申し訳ありませんでした。はい、ということでしっかりと順番も揃っていますし、テロップでもしっかりと訂正させていただきます。そして抜けているところがあったかもしれないので、ここで一応念のためもう一度お伝えさせてください。今回このスプレッドで見ていって、お相手実現化へ向けて動いてきますかどうかっていうところで、動いてきそうだよっていう結果になった方については、いつ頃どんなシチュエーションで動いてくるのかっていうところもカードを出しています。なのでもしかしたらお伝えし忘れているかもしれないので、念のためここでお伝えして、そして後からちゃんときちっとねテロップ入れておきます。どんなシチュエーションでラッキーナンバーというか何日後とかね、何日ぐらいかなっていう風に分かるように表示しておきますので、それをぜひ参考にしてください。シチュエーションと数字、っていうところも見てください。はい、で今回ちょっと補正させていただきました。では今回はノルマンカードから3択にしましょう。プチ占いしていきます。で今回お相手の妄想シリーズなんですが、でも私的にはすごくなんかびっくりっていう結果になったんじゃないかなと思っています。今回ね4択、なんで4択かっていうと、このオラクルカード、このシリーズがもう残り4枚、あと他すべて選択肢に使いまして、こちらのオラクルカードですね、これもうすべて使っていて残り4枚の状態だったんです。なので今回4択にしてすべてオラクルカード使いましたっていうことで、そうなんです、4択でたくさん選択肢があるので、どんな結果どんな内容になるかなっていうふうにドキドキしたんですけど、イメージした前もってイメージしておいた、想像していたよりもはるかに飛び抜けたような結果になったんじゃないかなと思っています。はい、神展開みたいなね感じなんじゃないか。もう神展開なんか普段私口にしないと思うんですけど、今回神展開っていう風にタイトルつけようかなと思ってるぐらい、自分でもまさかって思うような内容でした。はい、ということで3択占いやっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。はい、ではこちらで見ていきましょう。左、真ん中、右3つ、この中からお好きなもの1枚お選びください。フリーメッセージで取っていきます。今自分が直面している問題に対してのメッセージでもいいですし、好きなお相手とうまくいくためのアドバイスとしてお受け取りいただいても大丈夫です。フリーでメッセージをもらっていきます。今質問を頭の中でイメージしてください。では今日は、こちらの右のカードから見ていきます。はい、ネズミのカードですね。今ストレスかかっていますかっていうことで、しっかりとケアしていきましょう。頭が詰まっていたりとか、あと眼性疲労ですね、視界が悪くなっていたりする可能性があるので、しっかり休んで体のケア、心のケアをしてください。ストレスを和らげるために今できることをしていきましょう。そして今あなたが質問したことに対してのストレス緩和していくことっていうメッセージなので、その質問に合わせてね捉えてください。
お相手とどうやったらうまくいきますかっていうことで見てる方は、ノンストレスでなるべくねストレス減らして過ごせるように、お相手と過ごしていると時々ねストレスが溜まっちゃうことあるんだよねとか、モヤモヤして先見えないとかっていう時あるんだよねっていう方は、より一層ねケアをすることっていうのが大切になってきます。そしてもしねお相手と自分のことを見てるんだったら、あなたがストレスを抱えてるってことはお相手も抱えてる可能性があるんですよ。ということは、自分自身のケアも必要だけど、お相手のことを思いやっていくそのケアも必要だなっていうふうに感じます。はい、自分自身のことだけだったら自分のことをケアしていくのがいいんですけど、今もし対人関係とか誰かが関わってくるようなことを描いている方は、その相手のことを思いやるってことも忘れずにということで、真ん中を見ていきましょう。真ん中の方です。36番クロスのカードです。これは自分にとっての課題だったりとか、今乗り越えなきゃいけないこと、乗り越えなきゃいけないというか、もう受け入れるっていうことが大切なのかもしれません。自分の中では孤立してしまったような、これは自分だけの悩みなのかなとか、誰にも打ち明けられないとか、もうダメなんじゃないかって思っていることとか、もうそろそろねここ自分で自分で何か受け入れる必要が出てくるんじゃないかなっていうアドバイスですね。メッセージです。今あなたがイメージしたこと、質問に対しても、今ネガティブに捉えていることがもしあれば、それをそのまんま受け止めましょう。まず受け止めましょう。そして整理して、自分の中でネガティブな感情、思いだな、思考だなって思ったことは流していけるように浄化したりとか、自分の中でデトックスしたりとかして整理していきましょう。もう受け入れるしかないんだっていうふうに思うのか、受け入れた後にじゃあどうするのかっていうところまで持っていくのか、もうできるところからやってみてください。クロスです。あなたの中で背負っていくものっていうのがあるのかなっていうふうに感じます。では右をお選びいただいた方です。はい、月のカードです。こちらのねルノルマンカードの表紙にもなっていますね。とてもロマンチックっていうことを表すカードですね。あなたの中で今ロマンチックだなって思えるようなことをやってみてください。ロマンス映画を見るとか、恋愛小説を読むとかね、恋愛ドラマを見るとか、自分の中でロマンスを育んでください。ロマンスを生み出してください。そしてそれを伝えていくとか発信するっていうところまで持っていってもいいし、自分の中でね思い描いてもいいし、恋愛ドラマを見てロマンス気分に浸ってもいいし、それを誰かに伝えたいと思うんであれば伝えていってもいいし、まずロマンスっていうところですよね。ロマンチックなことをする、体験する、見る、聞く、味わうっていうところでやってみてくださいねっていう風に入っていました。またこれは月のカードなので、月ね、今このリアタイでご覧になっている方は2月下旬、そして3月、このあたりの月の動きっていうのにも注目してみてください。このようなメッセージが入っていました。こちらもぜひね参考にしてください。今回は夜のちぎりシリーズ妄想編、お相手があなたのことで妄想していること、これは実現するんですかっていうところを見ていきました。またこのシリーズ続けていきますので、ぜひまたお楽しみください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。